僕これが大好きなんで本当に。本当に嬉しいです。ほんまにお人柄が良くって。めっちゃ美味しそうに焼けました。もうすごい人と人とのご縁とこのパンと菓子を通じて今はもう生きがいになってます。どれも美味しいね。人といるよね、いるよね、絶対。狭いんですけど、すごい雨ですね。これがね、昨日から昨日朝から24時間つけといた中だね、バゲットの今外側の生地をこれちょっと作ってて、後で合わせてバゲットを焼くんですよ。
みずみずしい感じしますよね。ちょっとクラムがこうテカってるというか、ちょっとこの北海道産小麦使ってるんで、もちもちっとしてる。なんかね、形はね、ビジュアルはね、時々わーっていうのもあれば、こんななんかでもなんか美味しいんで。これ何ですか？これディル、魚料理とかアクアパッツァとかに使われる香草なんですけど、サンドイッチの上にちょっとこう置いてラッピングするとこう綺麗に見える。あと香りがすごいいいので。これがいつも作ってる食パンの端っこ。すごいお客さんが端っこが美味しいって言ってくださるので、これサンドイッチにしてちょっとお安く売ったりしてるんです。朝まず作ったら揚げて、今日はこんなサンドイッチ作ってますっていうのと、これも焼き上がったらすぐアップしてます。で皆さんこれ見てきてくださるのでこんなすごいことしてるんです信じられないですよね。でも言うほど今日はちょっと膨れてないですね。普段もっと膨れるんですけど。ちょっと待ってください。私いつも朝オートミールを食べるんです。あ、そうなんですか。はい。少し食べてみますか。このパン屋してるんですけど、めっちゃ小麦アレルギーで。自分のパンは分かってるんで食べるときは食べるんですけど、もうよそのパンは食べれなくて。
どうぞ。美味しいです。意外と最初あんまり好きじゃなかったんですけど。これが全粒粉の食パンで、明日のサンドイッチ用のパンになるんです。いつも前日に作っておいてカットして買えるんですね。ちょっとこのパン1日寝かした方が美味しいんですね。しっとりとして。ほんまもんの台湾マンゴーなんです。日本では売ってないと思う。
次の生地。次の。秋田県の白神山地で発見され野生の酵母なんですけど、マイナス50度の極寒の中でもずっと生き抜いてた酵母で、生命力があって発酵力が強いっていうことが分かって発見された酵母で、もちろん焼いたら死滅してしまうんですけど、生地の中にこの酵母を入れることによって骨組みがしっかりするんですね。解凍してもすごくいい風味で味わってもらえるので、それからずっとこれを使ってるんですけど、野生で育った天然酵母なんで、この中に自然のトレハロースが入ってるんですけど、それがその人工のトレハロースとは違ってすごくいい風味を醸し出すんですね。たくさん砂糖を使わなくても、そのトレハロースですごくパンの甘みとかうまみが出るので、さっきのシフォンケーキとか焼き菓子にも全部酵母が入ってるんですね。こんな2階のパン屋しかないところまでわざわざこちらまで来てくれるっていうことは、やっぱり私のその無添加でこういう酵母を使ったパンを求めてきてくださってるっていうのがあるので、それが私の思いだったのでめっちゃ嬉しいです冷凍で皆さん買いに来てくださるんですね。普段はご家庭で、明日食べたいパンを出してもらって自然解凍して、で朝トースターで焼いていただくっていう感じで、今のお母さんたちみんないろんな方忙しいんで、そのライフスタイルに合ったパンを提供できたらなと思って。もうでもこの冷凍をやっても私20年ぐらい経つんで、私はとにかく冷凍にめっちゃこだわってるんで冷凍ばっかり作ってます。昨日仕込んでおいたトマトソースなんですけど、バジルペーストを少し。の1本朝から作ってるインスタグラムを見てくださってたあんこ屋さんからい
ただいたんですけど、すごいこれ低糖質の小豆で、めっちゃさっぱりしててすごい美味しいんです。そうですね。ですよね。なんかこう包んで冷やしとくんですね。今すごい季節柄バターがすごい溶けちゃうんで、お客さんから言われたらここに挟むようにしてるんです。こんだけかな。ここを店始めてからずっとこれ書き続けてるんですけどこれを見てはたまにこういうパンも焼こうかなとか思っていつ来てもなんか違うものがあるって思ってもらったら楽しいかなと思って。こんなところに出てきた。聞いたことあります？カルツォーネって。なんかイタリア語でストッキングとかズボンっていう意味なんですけど単純ですきっかけはオーブンについてたレシピのパンとかシュークリームを焼いたらめちゃくちゃ成功したんですね。でいやこれ私すごいやんと思って、それでお母さんたちがなんかいやすごいね教えてって言うようになって、きっかけは本当それなんですね。でなんかもう真似事でいいから材料費だけ取ってじゃあちょっとやってみようかなと思ったのがきっかけで、私料理がすごい好きなんで、その時にじゃあ来てくれるんだったらちょっとしたランチでも作ってこう楽しくやってみようかなと思ってランチも作り出して、でパンのこの白神小玉工房にも出会って、すごいなんか体にいいパンやなと思って、で冷凍パンも始めて、その時パートしながら有給を取ってやってたんですけど、いやなんかもうこれ毎日したいなと思い出して有給を使ってお家でパン教室を始めたんですね。それで15年ずっとやってたら、今その15年間のお客様が今ここに来てくださってるんですね。あとはアメーバのブログをずっと20年ぐらいやってるんですけど、それもずっと私夢があるって言ってこのことを語ってたんで、お会いしてないブログの読者様がサブスクを取ってくださったり、なんかその夢を叶えられてすごいですねって言ってくださって、もう遠方から来てくださったり、だから私にとっては SNS の力ってすごいなと思ってて好きなことが仕事にできるってこんな幸せなことはないなと思って、なんかもうすごい人と人とのご縁とこのパンとお菓子を通じて、でお料理もすごい好きだし、今はもう生きがいになってます
ミルクハウス。サンドイッチ用のパンです。こんな感じで。これがね、端っこパンですごいお客様から人気で、端っこばっかり詰め合わせて100円とかで売ってるんですよ。いろんな端っこが入ってるんですけど。
そうに焼けました。いい匂い。美味しそうです。玉ねぎがいっぱい入ってますね。もっちりチーズなんで、もっちりという名前がついてるんですけど。お、硬い。料金別にやってるんですけど、これ2000、3000、4000、これで皆さん取ってくださってて、週末に送るんだったらその1週間焼いたパンをどれかわーっていろいろ入れて、あと焼き菓子も入れて送らせてもらってるんですけど、で時々インスタ見てくださってるお客さんだったら今日焼いてたあれ入れといてくださいとか言われるんで、それ一緒に入れさせてもらったりして、やっぱお客様に提供するものはちゃんと作りたいなと思ってるし、今日もトマトソースのあれトマトを買ってきてちゃんと水分飛ばして全部味付けしてベーコン入れて玉ねぎ炒めてって全部料理をして作ってるんで、なんかそういうのがお客様にこう見えたらいいなと思って、いつも料理してる動画もアップしてるんですね。あ、こんにちは。今日取材来てるんです。今もらってきたけど使うんじゃないかなと思って、めっちゃ美味しいのこの。いや、使いますよ。お金は持ってないけど、靴サンド買おうか。お金持ってない。うん。ありがとうございます。いただきます。きゅうりも高いのに嬉しい。ありがとう。やったー、嬉しい。ありがとうございます。いってらっしゃい。オーナーの人がすごいね。なんか1個買っても嬉しい嬉しいっていうのが嬉しくてすごい、可愛い人で、最初に比べたら人が来るようになったって言ってはったから頑張ってほしいなと思って、最後の生地が出来上がりました。これ書かれてるんですか？あ、そうなんです。自分で毎年元旦に書くんです。生産語録も自分で書いてるんですけど。あ、そうなんですか。もう毎日絶対これ見て
意識してやってやらないとなと思いながら、半年経ってどこまで達成できてるかなって時々考えて、売上アップとかは頑張らないとな。筋トレ。筋トレそんなしてないです。筋トレというか運動するのが好きなんですけど、ヨガがめっちゃ好きなんでヨガばっかりしてます。ハワイのダイヤモンドヘッドの前でヘッドスタンドって言ってこのヨガの逆立ちなんですけど、それをするのが夢なんです。変でしょ。あれですよね、写真。あ、そうです。逆立ち倒立してるやつ。うん。本当にそうです。私ですよ。そうなんですか。そうなんです。4年越しでパーソナルトレーニング受けて体幹鍛えてやっとできるようになった。以上でこちらの作業は終わりです。早いですけど。すぐに冷凍にかける。今日作ったやつをまた半分今冷凍して、それはちょっとサブスクとかの方の分置いといて、こっちにちょっと店頭と明日の分。冷凍のままで販売されてるんですか？冷凍欲しいっていう方もいるんですよ。ここにあるやつでも持って帰って冷凍するから冷凍欲しいって言われるんで、そういう方にはもう冷凍をお渡しする。味って変わらないものなんですか？味ね、変わらないです。ちょっとチンしてきちんとトースターで中まで温めてもらったらふかふかサクサクで味は変わらないです。オニオンブレッドも美味しそうだな。そうそう、これもちょっとさっき焼いてね、あったかそう。あったかいです。これにしよう。嬉しい。冷やし中華始めるんですか？そうなんです。来てください。知らなかったですか？これぐらいの時間とかに。でも取りに来ていただいたら、用意してパックで用意し。本当ですか？やったー、テイクアウトがもう2つ注文入った。ありがとうございます。パン屋さんのに冷やし中華なんです。なんです。私もなんか料理がすごい好きで、もう店持ったらいろんなことしたかったんですね。今年の冬ぐらいから明けからおばんざいランチをするようになって、豆皿を使うのがすごい好きで、でその豆皿にちょこちょこおばんざいのお料理をこう盛り付けてお重みたいなのに入れてっていう、なんかこうちょっと京都府式のなんちゃってなんですけど、やりたくてやり始めたら、そしたら次もう大好きな冷やし中華やりたいなって。それ20品目の野菜と鶏とかいろいろ乗せてやったんですけども、思いのほか大変やって、やっぱり人様に出すってなってそんだけの20品目の材料を揃えて冷えた状態で出すっていうのがすごい難しくって、やっぱすごい勉強しました。でまたやってくださいって言ってもらえたから、もう一回改良してやろうかなと思ってるんですけど、この8月に予約制みたいな感じなんですか？もう完全に予約制にしてるんですね。やっぱり一個一個丁寧に作りたいっていうのがすごいあるので、あとはテイクアウトでやってるんですね。はい。あんバター？あんバター。これをタイヤパスタは今日なしですか？冷凍あります。プレーンでいいです。プレーンでいいです。プレーンでいいですか？プレーンでいいです。はい、プレーンでありがとうございます。890円になります。ありがとうございます。何か見てくださったんですか？インスタでありがとうございます。ちょっとトースターでカリッと焼いてもらったら美味しくなります。はい。
嬉しいです。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。またよろしくお願いします。ありがとうございます。あ、インスタ見てとても美味しそうだったんで、サンドイッチとか。はい。サンドイッチとオニオンブレッドと、はい。シフォンと美味しそうだったんで。はい。ありがとうございます。すごくよく来てくださるお客さんなんです。はい。あれすっごい美味しかった。何？あんバター。あんバター。めちゃくちゃ美味しかった。今もね2つ売れたんですよ。当になくなったんですめっちゃ美味しかった。ほんまに全部美味しいんですよ。ほんまに。ほんまにお人柄がパンに現れてるって言ってこのことよ。ありがたい本当に。ありがとうございます。ほんまに助かりました。よろしくお願いします。またね。ありがとうございます。いつも気をつけて。ありがとうございます。ありがとう。まあ一回食べてすごいなんか素朴というか素材にこだわったんだなって思ったの。これガルツォーネとミックスサンドイッチもねお野菜めっちゃいっぱい入っててすごい美味しい。近くに住んでて私フラダンスを習っててでハワイアンジュエリーも置いてるよっていうのでワークショップをしていただいてそうランハラっていう葉っぱハワイの葉っぱで作りました。ほんまにお人柄がよくっていつも来たら「わいらっしゃい」みたいな感じでそんなパン屋さんってないでしょなんかそのお人柄に惹かれて通わせてもらってます。ちょっと今一人ですごい頑張ったはって私は流行ってほしいしもっといい場所に出したらとかってすごいアドバイスしたことあるんですけどここで頑張るって言ってはったからもうほんまに頑張ってほしい。フラダンスやってるお友達がこのハワイアンアクセサリーを自分でハンドメイドで作ってるんですけどこれね一つ一つパーツを自分で取り寄せて、全部自分で作ってやるんですね、でブレスレットなんかはハワイの葉っぱで編んで作ってるんですけどでこのブレスレット編むワークショップと私のランチでやったりテーブル茶道をしたりカジュアルなスタイルでっていうことでやってるお友達がいててその友達とテーブル茶道をここでやって後で私のランチを食べるっていうそういうコラボのイベントとかいろいろやってるんですけどなんかそれでなんかこうお客さんがこうみんなが集まってきてワイワイできたらいいかなと思ってみんなで助け合ってやってるみたいな感じです。明日はサタデーブレンドです。はい。どういった感じなんでしょうか。ですね、毎日私違うパンを焼いてるんですよ。それでその火曜日から火水木金今日まで焼いたパンっていうのが全部ここにストックされてるんですけど、ハード系のパンからパンパーニとかスコーンとかシフォンケーキとか台湾カステラとかもっといつもいっぱい入ってるんですけど、サタデーブレッドではこれを全部こちらの方に明日出してスペシャル販売をしてるんですね。朝からちょっと解凍するんでね、オープンまでの間にとにかくここにどっさりとそしてサンドイッチと調理パン系のバーガーとかをメインに朝から作って一気に販売をするんですけど、それがサタデーブレッドっていう私にとって1週間に1度のスペシャルな販売日なんですね。土曜日はスペシャル販売ということで火曜日から焼いてます。
スイートピクルスって言って私めっちゃ好きなんですけど、甘いタルタルソース作る時にこれ買ってある。今日は最後なんで朝ごはんを4人分作ります。ちょっとだけまともな朝ごはんです。いただきます。パンの耳で最近端っこパンのサンドイッチ。
からこれが自分のやりたかったことなのかなって最近思ってて、パンをしてお菓子をしてっていうお店はすごい自分のお城を持つのは夢やったんですけど、やっぱその中でもういろんなものがどんどん浮かんできて、真剣にやりたいって言ってたらすごい周りの人が助けてくださるんですね。すごい周りの人にもめっちゃ恵まれてると思います。皆さんに助けていただいて、一人でやってるけど一人でやってるんじゃないんだなっていつも思ってます。いろんな人に支えられてできてるんだなってすっごいもういつも思ってます。でも感謝の気持ちは忘れてはいけないって思ってます。いやもう私にとったらこれが今年の一大イベントなのでありがとうございます。大体1年に1回何か大きなことをなんかできたらな、思い出に残ることをしたいなと思ってて、いつも目標がないと進めないタイプなので、そういうのがあったらなと思ってめっちゃ楽しみです。一生の思い出になります。あんバターでバター入れますので言ってください。この間美味しかったみたいで。あ、入れますね。はい、してきます。おはようございます。あ、おはようございます。来てくださったんですか。嬉しいよ。来ちゃって、で、よかった。あれ、コート。そうやったんです。残念。そうですよ。じゃあお帰り便利ですね。私もこれ気になって何かなと思って。めっちゃ可愛くないですか。なるほど。大人っぽいね。大人っぽいよね。あ、いいな。可愛い。たまらんよね。すごい。見てくださいね。すごいでしょ。こんなたくさん買っていただいて。どれも美味しいんですけど、エリさんの私はでも絶対買って帰るのすごく焼いた時に外がカリで中がふわになるっていう、これもカンパーこれも絶対、チーズとかと一緒に食べます。シフォンケーキ。シフォンケーキ系はお友達にあげます。すごい貫いてほしいですね。このスタイルを。いや嬉しい。めっちゃ嬉しい。いつもありがとう。ありがとうございます。暑い中楽しんでください。ありがとうございます。頑張ってください。はい、失礼します。晴れたよ、晴れた。よかった。ありがとうございます。嬉しい。暑いのにありがとう。ありがとうございます。基本的に土曜日がこれやるときは土曜日の本当に午前中に来て、昼のご飯は必ずマカナさんのパンにしてるんです。
こに買いに来てくれた方みんなに喜んでもらいたいっていうそのサービス精神が全てになんか詰まってる感じがして、でもうその思いとかもう心配りがパンの美味しさにも全て伝わってるなっていうふうに感じるので、もうやっぱオーナーさんの人柄かなっていうのはすごく思います。もうこれからも笑顔で焼き続けてください。暑くてもうすごい少ないんですけど、春とか今日そこのカウンターもいっぱいにして、ここももっとてんこ盛りめちゃくちゃたくさん出してます。かなり少ない方ですね。なんか卵使ってないパンとかありますね。卵使ってないパン。この子卵アレルギーで。卵使ってんのないかも。あ、すごい、そうなんですね。卵使ってんのが売れました。あ、ゆうまくん。ユーマです。ゆうまくんってやな。可愛すぎる。ありがとうございます。ありがとうゆうまくん。またね。またね。バイバイ。バイバイ。ありがとうございます。失礼します。あ、そうです。ちょこちょこ来させてもらってます。この子が卵ダメなので、もっちりチーズとエビホタテドッグとおやつにミルキークランベリーを買いました。こちら卵も使われてないのも書かれてるんですね。そうなんです。なんか今日伺ったらほとんど使ってないとおっしゃってたんで、添加物とか一切使われてないので安心して、家も近所なのでまた遊びに来させていただきます。バイバイ。いらっしゃいませ。こんにちは。ジャッキです。たまたま今日大阪に来ることになったんで、友達も一緒に。福井県鯖江市から来られたんですけど、私がずっとブログをしてるんですけど、ずっとブログを読んでくださってて、なんかね、ことあるごとにね応援してきてくださってるんですけど、さっき言ってたサブスクをもうねずっと毎月撮ってくださってるんですよ。大好きなんで。そうなんです。僕これが大好きなんで、本当に嬉しいです。本当にこのクリームパンも本当に美味しい。どれも美味しいね。もう本当に全世界にね伝わるといいな。本当にもう全世界にお願いします。ね、本当に思う。すごい。本当にまたぜひ送っていただければ。ありがとうございます。ありがとうございます。気をつけてお帰りください。ありがとうございます。失礼します。ありがとうございます。僕は福井に住んどるもので、来ることはあんまりないんですけども、サブスクっていうのをやってまして、で毎月送っていただいてる。大阪行くなら、マカナさんに絶対行きたいなと思っていて、で今回ちょっと黙ってサプライズで来ようかなと思って来ました。はい。僕昔からそのブログを見とるもんですから、やっぱり材料にしてもすごくこだわってらっしゃって、そもそも本当にやっぱ美味しいパンなんで、もうここのパンはすごく気に入ってます。いつも美味しいパンいただいてて、で何を送ってくるかなっていうそういう楽しみもあったりして、またぜひ美味しいパンをまた作っていただければなと思います。お店をしたいと思ったきっかけっていうのは、前のマンションで新しくオーブンを買ってもらい、その時にビギナーズラックで焼いてみたパンが大成功して、そこから焼き菓子も焼くようになってっていう、もう本当に単純にそれだけがきっかけなんですけど、そこからどんどん広がっていって、でもうどんどんやっていくうちにこうやって店を持ちたいっていう気持ちになったっていうのが、今年で4年と3ヶ月なんですけど、やってるうちになんかそのパンだけじゃなくて、人と人、いろんなお客様にいろんなことを教えてもらったり、パンを焼くっていうことじゃなく、それ以外のことでいろんな関わりとか学びがあるので、だから今もっともっとこの先が楽しみです。あとやっぱり地元のお客様がすごく皆さんいい方たちばっかりなので、
それを大事にしていきたいですし、もちろん遠いとこから来てくださる人もいるので、もうとにかく私はお客様と1対1でお話しして、でパンをこう手渡ししたいので、すごい一人一人のお客様を大事にしたいと思う。自分のペース、マイペース、キャパが決まってるので、ゆっくりといろんなお客様がゆるゆるでたくさん来てくださったらいいなっていうのが贅沢な思いです。はい、お願いします。ありがとうございます。わあ、すごいたくさんありがとうございます。シフォンケーキとバゲットとありがとうございました。ありがとうございました。また来てください。子供預けてから来てるんで、みんなに助けてもらいながら今はやってます。ミニコロネプレ焼き上がりました。
なんかこんなとこからやってたらエプロン着ておはようございます。よろしくお願いします。新商品で生食パン、ちょっと柔らかい生地なんですけど流行らしていこうかなと。生クロワッサン、生食パン流行ったでしょ。入りましたね。生ドーナツ流行ったでしょ。次生クロワッサン来るかな、勝手にね。中がふわふわのクロワッサン。バナナ丸々入れるんですね。バナナは父親が考えた。はい。配合は父からレシピを受け継いで、まあ、多少ねちょっとアレンジしたりはしてますけど。お父様から受け継いだものっていうのはどういったものが？一番売れてるアップルパイも父が考えて、クロワッサンの生地自体ももうオーナーが考えてますし、そこでどうアレンジするんかっていうところは私が今やってるって感じですかね。2年前にちょっとオーナーの父が朝6時に電話かかってきて倒れたんです。救急車呼んで大動脈解離やって結構覚悟決めてたんですけど、なんとか今まで結構父に頼ってパン作って販売してたんでどうするみたいになって
入院してて退院してきて無事。それでもやっぱりこうずっとね入院してたんで今までの体力もなくなってますし現役の時とは違うなっていう感じやったんで、まあ、徐々にフェードアウトしてもらったんですけどちょっとそこで立て直してそこからずっとやってますね。私の中ではもうなんやろゆっくりしてほしいというかもうずっと休みなかったんでね休んでほしいっていうのはもともとあったんで、まあ、引退させるっていう目標もあったんでそこは叶ってますね。
わってるんですか？これ見るかな。じゃあハッピートークからな。私はね、最近娘がギャルになりたくてまだ小1なんやけど早いよな、目覚めるのがはい、ということで今日がスケジュールです。じゃあお願いします。それは毎日されるんですか？ほぼ毎日やってます。ハッピートークっていうのは最近やりだして、みんなの最近ハッピーだった出来事とか、何でもいいんですけど、スタッフの知らなかった一面とかが見えて楽しいと思うので、ちょっと続けてますさんはずっと、パン作りは私はね、22歳からかな。もともと美容師やってたんですけど、もう実家戻ってきたタイミングで一緒にやろうかみたいな私離婚して子供連れて帰ってきてるし、小学1年生今でシングルマザーやから、娘を保育園に預けて仕事に行ってたんで、その保育園の時間までに終わらないとダメだったんですよ。だからめっちゃ考えましたよ。どうやったら早く終わるかなって。最初一緒にやり始めた時は、こんな働かな終わらへんパン屋さんってなんなんてなってだからどんだけ一人一人が早くスピードアップするかっていうのもね、全然関わってくる仕事やと思うから、自分で気づいて自分なりにやっぱり工夫していくしかないですよね。みんなに助けてもらいながら今はやってますこちらのパンはどちらに持ってかれるんですか？ショッピングモールで催事です。スーツモールのイトーヨーカドー。イトーヨーカドーで。あ、一緒に行きはるんですか？行きます。あ、そうなんですね。はい、一瞬。一瞬。はい。
通われるきっかけとか何かあったんですか？いや、もう近いから。あ、やっぱお近くなんですか。美味しいです。助かりますね。ねパンダのところのやつやこんなのあー、めちゃめちゃ可愛いですね。お兄さんのおすすめのパンとか何かあります？これですね。すごいですね、これ。バゲット出来上がりました。いかがでしょうか。通りかかったらすごい可愛いお店だったのでちょっと寄らせてもらったんです。ね、何ちゃいましたか？ソーセージパンとパンダパン買ったね。これが子供用の
パンと私がチーズ好きなレンチーズパンとそうですね。ありがとうございます。お待たせいたしました。ありがとうございます。近所なので、はい、いつもありがたくはいまず美味しいです。はい、アップルパイがすごく美味しいですね。で、毎日の朝のパンはここでいただいてます。食パンは毎朝のパンです。クロワッサン、ミニクロワッサンが今出てて、でこれをお友達にあげようかなって2つ喜んでもらえたらと思って買いました。どれにしようかな。ここはたまに行きます。食パンとあとお惣菜のパンとかあとアップルパイのパンがやっぱり美味しいです。私よそのアップルパイは食べれないです。その翔さんに通われる理由など何かあるんですか？やっぱり美味しいから。
ファンになって。このお店は初めてですか？初めてです。初めてです。何を購入されたんですか？サンドイッチ？サンドイッチです。あ、はい。そうですね、美味しいですね、めっちゃ。ホットドッグです。なんかバジルのとチーズ乗ってて美味しいんです。どれも美味しそうで迷いました。
8分ぐらいずっと混ぜてると思います。ちょっと硬さがだんだん変わってきてて、最後はちょっと滑らかになっていきます。そうですね、ここ、今の場所は移転したっていう感じなんですけど、その前にオープンしようとしてたところはオープンの4日前で火災にあって、でそこからいろいろクラウドファンディングもさせていただいて、ここの今の場所でオープンすることができたっていう感じですね。自己紹介からいただいてもよろしいですか。はい、株式会社ライズと言います。大阪でお弁当屋さんをやってます。お弁当の配達でこの近くを通ってる時にあるラーメン屋さんに立ち寄ったら、そのラーメン屋さんの横の壁にクラウドファンディングのポスターが貼ってて、開店前に火事みたいなことを書いてて、これは何とかしなくてはいけないっていう。でもともと私も居酒屋をやってる時に店自体を全焼で火事にしてしまってるっていう、その時やっぱりいろんな支援をいただいて今こうやってお仕事をさせてもらってるっていうところがあるので、このポスターに出会ったっていうことはあなたも恩返ししなさいよっていう意味合いかなという感じでクラウドファンディングに応募させてもらった感じです。これがライズさんのお名前が入った。はい。金のプレート。どっち。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。クラウドファンディングはもう1300万円でしたね。いかがですか、実際そう集まるって思ってましたか？全然思ってなかったですよ、もうその時は。めちゃくちゃびっくりして、もうそれこそお返しでこうしてくれた方みんなに手紙書いてとか、もう手紙書くだけの一日とかもあって、もうその時に支援してくださった方がオンラインショップでも買ってくれてる方もいてると思うんですよ。
本当にありがたいですね。次はどうしていかないとなっていう思うとこ課題ろあるはめんですか？ちゃくちゃありますよ。課題だらけで結構労働時間長いよとかしんどいよっていうのを父がずっと言ってたというかしんどそうやったんですけど、まあ、仕事としてもその楽しくできるような環境を作りたいなってずっと思ってたんで、まずねやっぱり私たち作ってる側とか働いてる側が満足して働いてパン作ってないと、まあそれもお客さんに伝わると思うんで、そういうところですかね。まずは働きやすい環境を作った上で、まあ、お客さんにもこうそれも伝わって行きたいなって思ってもらえるようなお店にしていけたらいいなと思いますめっちゃざっくりですけど私と妹も子供いるんですけど、小学校1年生で結構今女性の職人さんも増えてると思うんですけど、子育てもしながらその中でもこう何ができるかっていうところを考えて、なんかでもそうやっぱり仕事って結構、まあ、人生の大半やと思うんで、なんかそこでこうもっと満足してもらいたいなというか、こう自分の、ね、役割があって居場所があってっていうのはすごいこう大事なんかなって思ってるんで、その人自身が輝けるようにな環境づくりをしていきたいなと思います。ありがとうございます。お預かりいたします。お待たせいたしました。ありがとうございます。塩パンめっちゃ美味しいよね。変わったトッピングの組み合わせがすごい好きです。延べで言うたら100種類ぐらいはあると思います。うまい。
サンドイッチ用のパンでフォカッチャを作ります。私のことはみんなマチャって言います。マチャさん。はい、みんなそれ以外は誰もない。何も呼ばない。からサンドイッチの具材を作っていきます。自分たちで魚を仕入れてきて処理してもう加熱しとくっていう感じですね。エビの殻むきだけは84の母が火曜日に来て剥いてくれます。処理からされるんですか？そうですね。うちだからパン屋やのに魚屋みたいやったり肉屋やったりしてこれは、ウーロン茶のウーロン茶のパンです。の一番人気のサンドイッチです。エビマヨサンドになります。自家製のエビマヨ。そうです。はい。既製品は全部ないです。全部作ってます。ソースの数がもう冷蔵庫パンパンで
ろんなソースが全部分けて入ってる。ショコララズベリー、お菓子パン。もう人気あるかな。豚しゃぶ肉、バルサミコ炒め。あさりとセミドライトマトのガーリックを取って、それに韓国海苔が入ります。おつまみフォカッチャ。うぐいす豆です。マスカルポーネと蜂蜜の生地に豆のパンですね。これは鶏天とオニオンのサンドで、このオニオンが美味しいんですよ。ちょっとゆかりのしそが入ってて、味噌トマトソースっていうのに食べていただく。いつものようにお願いします。これが私の一日の栄養源です。水だけはもう常に飲んでます。
白。これが湯種って言ってすごくもちもちになる。湯種っていうのが小麦粉を高温で練っただけのものなんですけど、それが入ることによってすごくもちもち。焼いた当日は生で食べていただいて、次の日はもう分厚くトーストして食べていただいたら。昭和の一番のファンなので。食パン大好き。めちゃめちゃ美味しいです。うちのパンが美味しくてって言ってくださって、お手伝いに来てくださり。もうすごくいい方で、本当にもうこの方たちがいないと。美味しくできました。お餅みたいな。マカダミアナスの生地にアーモンドダマンドっていうカリッとする
音がついてますロンちゃんのシュガーバターを買っちゃう。今週の一押し商品。バゲットです。食パンは北の香りっていう粉一択なんですけど、フカフカッチャとかは夢力とかいうものとか、ソティールっていうパスタの麺だとか、あと全粒粉とかをこう配合したりとか、で塩パンとかは2種類の粉をこの食感がいいなっていうので配合してます全部。はい。さんサンドイッチできました。これが全部サンドイッチのパンになって、今から鳥さんが切ってサンドイッチにしていきます。うちは必ず試食するんです。今日のあれがどうかなとかこうかなとか言いながら挟んだバランスとかもあるし、どうぞ試食してください。いいと思います。ありがとうございます。いかがですか？それで毎日味を確かめて。そうです。一人で食べてでもね、分からへんから。ちょっと違うなっていう日もあるんですか？ありますあります。すると出せないから。今日のは
美味しかった。業者さんとかが来はった時になんか作ってたらもう食べてもらいます。いきなり来て食べて「何ですかこれ美味しい」って言われたら絶対美味しいんですよ。でもいきなり来た人が食べて「美味しいです」って言ったら多分美味しくないんですよ。なんで誰にでも食べてもらいます。とにかく作ってる時は。知ってる人ばっかりに食べてもらってもみんな絶対美味しいって言うから。信用ならへん。失礼です。ね、なんか子供さんとかにはこのサイズがちょうどいいそうです。スーパーのパンと比べるのもあれですけど、スーパーのパンで売ってるものをうちに来てわざわざ500円出して買っていただくわけですから、とりあえずちっちゃいのを食べていただいて気に入っていただけたら大きい方を買っていただける。うちのロゴを食パンに焼き印するので、店主抹茶の横の写真が私と弟の幼少期なんですけど、その写真を元にロゴを作ってもらったっていう、これが私でこれが弟なんですよ。私は現場で、弟は後ろで店を全部支えてくれてるっていう、それを思いがあって、家族とか仲間がやっぱり何よりも大事っていう。サブロゴっていうのがいっぱいあるんですけど、こういうですけど、はい、このロゴは私と私の娘、私の息子をこういう写真から考えてくれて。今も間違う。答えと言いますか。なので、
とマヨネーズを混ぜたソースです。ちょっと酸っぱいというか。そうですね。酸味が、はい、さっぱりと。贅沢かもしれないっていうサンドイッチをランチで食べてもらいたいっていう大変なお母さんや、ね、小さいお子さんがいてもなかなか簡単なものしかね食べれないので、些細なことですけど、わあこんなん食べれたって思ってもらえるようなものがお出しできたらなっていうふうにはちょっと思ってて、自分にご褒美じゃないですけどね、世のお母様方に一人の時間ホッとしていただける時間がご提供できたらなっていう。ちょっと手が空いた時に計量しといてっていう感じになります。ブレンドして何種類なんですか？4種類。4種類ブレンド。4種類ブレンドのパンがですね。ホカッチャがそうです。1種類なんは食パンだけです。あとはもう2種類以上は混ぜてますね。1個食べたらうわもう1個なんか食べたいなって思うものを作りたいっていうのがずっとあって、シンプルないかに美味しくするかっていうのをずっと考えてて、で
この形になったんですけど、日本のものと洋のものを合わせたいっていうのもずっとあって、でうちのサンドイッチ卵サンドには福神漬けが入ってるんですけど、なんかお漬物とか福神漬けってやっぱり日本の、文化といいますか、すごく美味しく食べれるサンドだなって自分で思ってるので、ぜひうちの卵サンドを食べてうまって笑っていただける、ぜひプラスワンで一度卵サンド食べていただけたらなっていう思いがすごく強い。アルグレン。松さんすいません、はい、サンドイッチは全部で何種類ぐらい、15種類から20種類ぐらい、延べで言うたら100種類ぐらいはあると思います。ご飯食べてたりとか外食した時に、このお魚美味しいって思ったら、あ、これなんかにできんのんちゃうってもうすぐ思ってしまうんですよ。お家ではなかなかできないようなフレンチ、イタリアにちょっと寄ったサンドイッチにしようっていうふうにいつも思ってますかね。はい。等分くらい。香りますか？香る。お茶いいよな日本人やしっていう発想から、ウーロン茶で練ってみよう。そんな感じです。あんまり大したことないんですけど。私ご飯に合うものは何でも合うと思ってる、パンにも絶対合うと思ってるので、なんか自分が家でご飯してて、うわこれうまいやん、これパンにしようとか、なんかそんな発想です。うん、いいと思う。すいません。香りますか？ご飯代わりにして食べてもらうパンを平日はちょっと増やしていこうかなっていう。これが玄米茶のバケット、お茶漬けバケットっていうんですか、バケット。こっちがアールグレイのバケット。うちのメイン食パン、一度食パンを買っていただきたい。いい香りだ。
焼き上がった常々ちょっとお客さんにお知らせするっていうか。まっすぐ。まっすぐで。すいません、いつもありがとうございます。ちっちゃい食パンも美味しいです。はい。それと練乳バゲット、ちっちゃいあの方も美味しいです。はい。スコーンとこれは多分フレンチトーストだと思います。新作のパンとか多いんですか？はい、よく見ます。なんで楽しいです。はい。商品っていうのってなんかそういうストーリーがあってこそ来ていただけるんじゃないかなっていうのがあって、アッシェガノっていうまず名前なんですけど、マサイ族がなぜかすごく子供の頃から好きで、なんかこう伝統もあればパソコンとかを使いこなすすごくいい民族だなと思ってて、スワヒリ語でアッシェオレっていうのがありがとうとか感謝っていう意味で、後ろのガの N から後ろの小麦っていう意味なんですけど、支えてくださった方のおかげでやっぱり今お仕事させていただいてる、パンを作らせていただいてるっていうのがあるので、その中でも家族っていうのってやっぱり一番身近な個体といいますか、ありがとうという意味の間に A の後の SS が息子娘、私の弟の干支の頭文字を入れて、割と家族にありがとうという意味で、小麦っていうのは小麦粉があったから生きてこれたと、仕事があったということで、小麦粉にも感謝という意味で、全てここができたのは感謝しかないっていう意味でアッシェガノっていう名前になってます。オリジナルの言葉。そうです、そうです、造語です。はい。なので、はい。で自分の歴史じゃないけど、こういう家族でここでやらせてもらってますっていうのを写真でも見ていただけるように、ここにアッシェのストーリーっていうのを貼らせていただいたって感じです。はい。おっしゃってた相棒の方です。はい、マミです。私がパン担当、マミちゃんが料理食材担当っていうような形で、2人でメニュー開発みたいな感じでやってます。はい。今日も今からスープを仕込んでいってくれます。ランチの。はい。人参のポタージュスープになります。金時人参、今の旬なので使っていきます。全国900店舗を突破大吉寿司これ美味しいんですよ、とっても。食パンがおすすめです。柔らかいですよね。そうですね、結構柔らかい。だからそのままちぎって食べれるんじゃないですかね。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。
とうございます。また言ってもらえば。はい。反省ように決めましょう。自転先ほど来られてた業者さんでいらっしゃいますか？そうです。結構来るたびにランチは違うので楽しみにしてる感じですね。全部美味しいしね。一番好きなのはこれですね。チーズと牛皮、もちもちの食感とソーセージのこれパリッとしたやつとこの相性がめちゃくちゃいい。妻がミルクフランスめちゃくちゃ好きで、結構売り切れてること多くて、あると必ず買っていくっていう。結構売り切れてる。もうあとちょっと出てるし。お願いします。うまくない？なんか普通のレストランでもない組み合わせというか、パンも当然美味しいし、メインのお皿も美味しいっていう、どっちもうまいんですよ。相乗効果というか、パンにも合うし、それだけでもうまい。これシュークリーム割と最近なんですけどめっちゃうまいです。おすすめです。いやもう意外と付き合い長くて、別のパン屋さんにいらっしゃってて、その時からかれこれ5年ぐらいで、オープンの時も当然よく知ってた方なので、ラザニア初めてでしたけど、めちゃくちゃうまい。ラザニアで使ってもらってる粉もうちから買っていただいてるやつなんで最高でした。なんかいつ来ても結構新しいメニューがあって飽きのこないというか、定番のものもあれば来たら新しいものが出てるっていう面白さみたいなのがありますね。引き続き美味しいパンを作ってもらえると僕も嬉しいです。はい、ありがとうございます。とんかつの衣でやります。
思ってるより重い。この塩パンめっちゃ美味しいよね。お食事系と甘いのとこれがめっちゃ美味しい。前も食べて美味しかったから。変わったトッピングの組み合わせがすごい好きです。ありがとうございました。ありがとうございます。子供が中学生かな行く時に、サラリーマンだったんですけどちょっと夜遅かったので夜遅い仕事はあかんよっていうふうに母から言われて朝行って夕方帰れる仕事やったら、子供もうちょっと見てくれるいろんな知り合いからパンやったら夕方帰れるんじゃないっていうことでちょうど神戸屋さんが募集されたのがあったので給料もらいながらしっかりパンを覚えられるんやったらいいかなと思って始めた。ほんなら面白くてハマってしまったっていうものを作るのが向いてんのかなって思ったんですね。その年から作ってなんか美味しいよとか喜んでいただけるお客様を身近に直に評価をいただけるっていう点ではすごく刺激的な仕事なのかなっていうふうに思います。子供もなんか特化したりと言いますか上の子は音楽やったりとか、下の子も芸大で舞台をやってたので自分の趣味をなんか突き詰めてやってる姿を見るとなんか逆に私も羨ましくなったりとか親子というよりもなんかチームでやってきたので、取り残されたらあかんっていうこういう気持ち私が何もなかったら絶対空虚な人生になるなと思って、私もそういう趣味でのめり込めるものがないとダメなんやなっていうふうに、子供から教えてもらったといいますか、これが私の生きがいといいますか、楽しみでもあり苦しみでもあり人生そのものかなと思ってます。お願いします。あと食パンも一つお願いします。ありがとうございます。
なんですけれども、たかがパン屋されどパン屋と思ってますので、やっぱりパン屋だけれどもこんなに美味しいお料理もできるんだよっていうことで、パンとお料理の融合したお店になればなっていうふうに思ってます。大きくなっていってもっと今よりもたくさんのお客様に知っていただけたら十分でございます。デニッシュトースト。湯種を短大卒業して専門学校に行ってからなんで20年ぐらいは行ってると思う。初めパティシエになりたくて専門学校に行って就職したんですけど、ちょっと断念してしまって厳しかって、お父さんがパン屋さんになったらって言われて、それでなったんです。ケーキの方がこう細かいじゃないですか。それよりこうパンの方が良かったみたいです。
しい。空いてる時にちょっとずつ並べていくみたいな感じなんですけど。滋賀のさつまいもで紅はるか、季節によって変わるんですけど、
トースト。お店のはい。ケケっていうあ、はい。由来って何ですか？ケケはケークドケーコっていうお菓子があそこに焼き菓子があるんですけど、このお菓子です。初めて自分でこうレシピを起こして考えたお菓子なんで、ちょっと思い入れがあるからお店の名前に、うちの名前がケイコっていうんですけど、パウンドケーキの略称でケークドケイコのケケですこれは全粒粉のバケットです。自家製粉の。クリームパンなんですけど、まあギリギリ
ラブレッド。これはフォカッチャの生地伸ばしてます。ちょっと酸味のある生クリームです。ほんまに。これはベシャメルです。自家製のベーコンです。とろっと落ちる感じ。これがケイクドケイコです。
これタルトフランベです。これと、バケット1本と、はい。リース、はい。ありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。いただきます。すいません。タコワーズ2つと、はい。レーズン食パン半分。半分。はい。普通のレーズンパンだったらちょっと乾いてたりするじゃないですか。ずっとジューシーなんです。ありがとうございます。はい。はい。600円でございます。ケケさんのタコワーズがめちゃくちゃ好きで、私のために開いてくれたかなってぐらいの。もともとケーキ屋さんから紹介されて、本気のパン屋さんができるよって、その方が教えてくださって、ケケさんは知って。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では、湯種食パン1本で、本日の夕方で。すいません、失礼します。お大根。3回目ぐらい。食パンがすごい美味しくてお気に入りでね。今回3回目にまた買いました。これでいいか。タルトフランベ。はい。大麦のベーグルの生地なんですこれ。さつまいもとつぶあんが2層になってるパンです。さつまいも嫌いです。いや、好きよ。それで今度日曜日にね。はい。昨日は半分と。昨日半分。これはい2個でしょ。これ2個と。2個でいいわ。2個と昨日2分の1。はいはい。ありがとうございます。1600円でございます。はい、ありがとうございます。家も近いし事務所も近い。これができてからはだいたいここで朝とたまに昼ね。僕は今日はライ麦パン買ったんだけど、まあ年だから健康も兼ねてね、ライ麦とか全粒粉とかあと麦とかね、そういうのが多いから。
ぱりお願いします。お願いします。あんこと。はい。まだ2個ちょうだい。どれっていつも探してはるから合うのなんか。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。引きたてが美味しいから甘みも強いし香りも強いし美味しいと思います。6個ありがとうございます。